ここ最近の草暑い夏をどうにかしなければなりませんね。今回はポータブルクーラーで使用する膨大な電力を高出力の走行充電で賄いながら車中泊旅ができるのかを検証します。これができれば夏でも毎晩クーラーが使えて地獄の熱帯夜も快適に過ごせそうです。今回は3つのパートに分けて実験していきます。まず最初に Wave3 の冷却性能やスペック、真夏の日中でも使えるのかを検証します。次に夜通し12時間クーラーを使ってみて消費電力や静音性を検証します。最後に最新のオルタネーターチャージャーを使って一晩使って空になったバッテリーを満充電にするのに何時間かかるのかを検証します。結論から言うと今回の Wave3 は残念な点が多かったです。けど最低限夏の車中泊旅を快適に過ごすことはできそうでしたよ。そして今回紹介するアイテムは全部揃えると約20万円とかいうアホみたいな金額がかかるので、買う予定のない人もこんなものもあるんだなぐらいに思ってみてもらえると嬉しいです。早速 Wave3 本体ですが、車に積めるサイズ感です。重さは 15.6kg で全モデルの Wave2 に比べて 1kg ぐらい重たくなっています。その分冷却性能が 20% 上がっていて風量もアップしています。専用バッテリーをつけるとこんな感じで10センチほど高くなります。このバッテリーは容量約 1000Wh でカタログ上では省エネモードで8時間連続稼働できるとのことです。車中泊ユーザーの意見としては性能アップよりも小型化に力を入れてほしかったです。クーラーで車内を冷やすにはこういった排気ダクトを使って空気を循環させなければなりません。カタログ上ではコンパクトなサイズと記載されていますが、排気ダクトを取り付けると結構なスペースを使います。大事なポイントなのでジムニーの車内にも置いてみました。これは車種を選ぶ大きさなのでカタログ上の数値だけで判断できない点に注意です。大きさは 60×80 センチぐらいあるので車内に置くとかなり圧迫感があります。冷房で使用する際はこんな感じで排気ダクトを車外に出して空気を循環させます。今回はパネルを自作してみました。別売りでこんな感じの超便利なマグネットシートも販売されるそうなので DIY が面倒な方はこっちで良さそうですね。早速冷房機能を見るために車内に閉じこもります。今日は外気温29度の夏日ですが、少しでも真夏の環境と近づけるためにあえて日当たりのいいところでサンシェードをはせず窓は閉め切ります。現在の車内温度は33度で何もしなくても汗が出ます。とりあえず設定温度は16度、フルパワーにしてどれぐらい冷えるのかとバッテリーが何時間持つのかを試してみます。すぐに冷たい風が出てきました。気持ちいいです。実験開始10分ほどで車内の温度は33度から26度まで下がりました。日光が直接当たる車内でこの冷房機能はとても優秀だと思います。次に気になるのが消費電力です。550Wh から 600Wh ぐらい使っているのでフルパワーだと2時間持たずにバッテリーが切れてしまう計算です。冷房能力は文句なしですが、その分膨大な電力を使っているようです。まとめると冷房能力は文句なしです。消費電力が膨大で2時間しか持ちません。日中の使用は諦めましょう。次はエコモードの消費電力と冷却性能を見ていきます。設定温度は一番低い16度です。さすがはエコモードなだけあって消費電力は 230Wh ほどになりました。稼働音もだいぶ静かです。エコモードだと吹き出し口付近なら快適に過ごせますが、車内全体をまんべんなく冷やすのは難しそうです。外気温29度でこれなので、真夏の車内をエコモードで冷やすのは不可能です。次に気になるのがエアコンの稼働音です。まずエコモードでだいたい47から50デシベルでした。キーキーになっている機械音が耳障りでした。次にフルパージの音量です。52から55デシベルぐらいですね。フルパージの外の排気ダクトの音はだいたい51から54デシベルでした。
実験開始から2時間20分経過で 1000Wh の専用バッテリーが空になりました。フルパワーで2時間、エコモードなら4時間から5時間ほど稼働できるようです。夏に車内にこもるとなるとフルパワーで稼働させ続けることになるので、アホみたいにでかいポタ電を持ってこない限り現実的ではありません。まとめると、日中車内で過ごすのはあまりにも効率が悪いので諦めた方が良さそうです。使うなら夜日が沈んでから長時間稼働させるのがいいと思います。次に省エネモードで夜通し12時間つけっぱなしにできるのかを検証します。理想としては夜8時から翌朝8時まで使えれば真夏の熱帯夜でも快適に過ごせそうですね。現在の時刻は夜8時なので早速実験スタートします。設定はエコモードよりも消費電力の少ないお休みモードです。夏の使用を想定して負担をかけるために設定温度は16度にします。お休みモードは自動で消費電力を抑えてくれるモードなので、寝ている間も効率的に冷房をかけてくれます。これで一晩中稼働させながらいつも通り車内で生活してみます。さすがに16度設定だと寒くなるので上着を羽織ります。お休みモードだと消費電力は 200Wh ほどになっていました。さらに車内が目標温度まで下がると 100W を切ることもあったので長く稼働してくれそうです。うまい。お休みモードなだけあって音は35から40デシベルと静かでした。これは閑静な住宅街とほぼ同じです。外の排気ダクトの音も静かでしたよ。近くを流れる川の音の方が大きかったです。これなら隣に車がいても問題なさそうです。このまま放置して何時まで稼働するのかを計測します。結果、夜8時から使用して午前3時半まで稼働していました。1000Wh の専用バッテリーで7時間半稼働したことになります。ここからは 1000Wh のポタ電につないで、あと何時間稼働できるのかを検証します。朝8時ですが、まだしっかり稼働していました。ポタ電の残量もまだ 30% 残っているので、12時間で使用した電力は合計 1700W でした。まとめると、お休みモードの場合、1時間あたりの平均使用電力は 141Wh なので、専用バッテリーだけで7時間ぐらい稼働します。もう1台 1000Wh 級のポタ電があれば、夏でも湯通し12時間ぐらいは稼働できそうです。私は常に 2000Wh の大型ポタ電を積んでいるので、問題なく一晩中使えそうです。お休みモード素晴らしいですね。ある程度 Wave3 の性能が分かったので、オルタネーターチャージャーで実際に走行充電してみます。夜使った電力を走行充電で満タンにできれば、毎晩クーラーが使えるということです。まず新作のオルタネーターチャージャーは最大 500W で走行充電ができるので、夜に使った 1700Wh をフル充電するにはだいたい3時間半かかる計算になります。今回は実際の旅を想定して周辺で行きたいところを回ってみようと思います。無理なく移動時間だけで充電ができれば合格です。オルタネーターチャージャーの使い方は簡単で、バッテリーから車内まで配線を引いてきて、チャージャー本体とバッテリーを接続すれば完了です。ランクルの場合は助手席の足元にエンジンルームまでつながる穴が開いていたので、ここからエンジンルームまで配線を引きました。車種によっては配線を通す穴がないかもしれないので、購入前に必ず確認してくださいね。もう一つオルタネーターチャージャーを使用する上で注意があります。
オルタネーターチャージャーを使うと、オルタネーターという車の発電機の役割を持つパーツに負荷をかける恐れがあります。特に軽自動車などはオルタネーターが小型なので負荷も大きくなります。オルタネーターが故障すると交換費用も高額なので、導入前によく検討してみてくださいね。私の場合はそれを加味しても、夏の電力は本当に貴重なので、連泊する場合は必須のアイテムになりそうです。ここからは実際の旅を想定して走行充電をしながら車を走らせてみます。まずは富士山を目指しながらオルタネーターチャージャーの性能を見ていきます。オルタネーターチャージャーはアプリで充電ワット数やバッテリーの状況を管理することができます。満充電までに必要な大体の時間も見れるので、走行計画が立てやすくていいですね。早速富士山が見れる展望台に着きました。ここまでの走行時間は約20分で 25% 充電されました。移動のついでにここまで充電してくれるのは助かります。早速富士山に着きました。富士山でかすぎて近くに来ると遠近感がバグります。次はずっと行ってみたかった車中泊カーやキャンピングカーを専門に販売しているダイレクトカーズショールームあずぎさんに行ってみます。だいたい1時間半の道のりなので、ちょうど 1000Wh のポタ電が満タンになりそうです。あれから1時間ちょっと走ったところでポタ電の充電が完了しました。合計走行時間は1時間50分でした。ここからは Wave3 のバッテリーを充電していきます。ダイレクトカーズショールーム厚木に着きました。今回見に行きたい車両はキャンピングカーはもちろんなんですけど、この最高にかっこいいハイラックスのカスタムカーです。いやー、ワクワクしますね。早速目当てのカスタムカーを見つけました。 BR75Z というモデルだそうです。テーマは大人の秘密基地なんだそうですよ。確かにこれはワクワクしますね。15年ローンを組めば買えそうですが、これは将来の楽しみとしておきます。店員さんはとても親切で、車両について丁寧に説明してくれました。いつかこの車で愛犬のポポちゃんと旅に出てみたいです。そうですね、はい。楽しすぎて結局3時間ぐらい居座ってしまいました。この後は温泉行って次の車中泊場所を目指して出発しました。結果約2時間で Wave3 のバッテリーも満充電になりました。一晩で使った 1700Wh の電気は約3時間半走れば満充電にすることができました。これなら旅の道中で無理なく充電できそうです。夏の車中泊旅は諦めかけていましたが、オルタネーターチャージャーと Wave3 を組み合わせれば実現できそうです。最後にまとめます。夏、一日中車内を冷やし続けるのは不可能です。それなら標高2000メートル級の山にこもりましょう。夜通し12時間クーラーを稼働させる場合は、最低でも 1700Wh の電力が必要です。オルタネーターチャージャーと組み合わせれば、毎晩クーラーを使うことができます。とにかく最近のクソ暑い夏に悩まされていた私からすると、革命的なアイテムです。しかし残念なポイントもいくつかあります。まず前作の Wave2 の発売から2年が経ちますが、大きな進化はしていません。車中泊ユーザーの一意見としては、冷房性能はもう十分なので小型化に力を入れてほしかったです。今年の夏は長期車中泊旅を計画しているので、今から楽しみです。Wave3 やオルタネーターチャージャーについて聞きたいことなどあれば、いつでも聞いてくださいね。今回も最後まで見てくれてありがとうございました。じゃあまたねー。